皆さんこんにちは。アストロキングと申します。最近この界隈では2025年7月5日のことが話題になっています。そのことについて占いでお話しされる方もいますね。いろいろと不安な方もいると思いますが、このことについて私なりに考えてみました。後半は私のカード総動員で占ってみますので、よかったらご覧ください。この予言の発端は、漫画家のたつきりょうさんが2021年に出版された私が見た未来完全版の中で、日本とフィリピンの中間の海底で何かが起こり、日本を含め太平洋周辺の国に大津波が起こるということを予知夢で見たということが書かれていたことによります。この津波の高さは東日本大震災の3倍にもなると言われています。たつきりょうさんはもともと1999年に出版された私が見た未来で予知夢のことが書かれており、2011年の東日本大震災と2020年の新型コロナウイルスの大流行を予言していたということで話題になっています。今回もその予言が当たるのではないかということで広まっていったようです。それに対して著名人、有名人もコメントしたり、このことをモチーフにした映画、2025年7月5日午前4時18分の公開もあり、出版・エンタメ業界で盛り上げている雰囲気もありますね。気象庁では6月13日、気象庁の野村隆一長官がこの件について、現在の科学的知見では日時と場所、大きさを特定した地震予知は不可能であると発言しています。日本政府側はこのような予言は虚偽情報としているようです。そりゃそうなりますよね。また香港では日本政府観光局によると、実際の香港の航空会社2社は日本路線の一部地域に向かう便を減らしていて、7月5日近辺の日本行き航空券の予約件数は約 83% も急減しているということだそうです。香港も危ないと思うんですが、ただ香港以外はそんなに影響がなさそうです。それでは私アストロキングの周辺はというと、私の周りのスピリチュアル界隈の方々はみんなこのことを知っていますが、この予言については否定的です。スピリチュアルとは関係のない人は意外と知らない人も多いようです。ただし本当に不安になっている人もいます。そのような占いの相談が来ることもあります。私アストロキングの見解をここで申しておきます。科学的には可能性があるのはフィリピン海プレート由来で起こる南海トラフ地震でしょうか。南海トラフ地震は30年以内に起こる確率が 80% と言われており、7月5日にそれが起こる可能性はゼロではないでしょう。また海底火山の説もあるようです。日本近郊で大規模な海底火山が起きた場合は大規模な津波が起こる可能性があります。しかし現在のところすぐに火山が起きるところはなさそうです。他に巨大隕石落下説もありました。この時点で NASA も ESA も何も言ってないので可能性はないでしょう。さすがにこんな直近で巨大隕石が見つからないことはないと思います。他の説として宇宙人襲来説は分かりません。また陰謀論はないでしょう。人工的に巨大津波を起こせるって聞いたことないですし、そうだとするとこんな時に海辺で大阪万博はやらないと思います。ということで一通り2025年7月5日について語ってみましたが、いかがでしたでしょうか。天災はいつか起こるので、これを機に今のうちに防災グッズを揃えておくのが良いと思います。なお6月15日に発刊されたたつきりょうさんの新たな著書天使の遺言では7月の大災害については否定していませんが、7月5日という具体的な日付については否定しています。
それではこれからアストロキングのオールスターカードで7月5日について占ってみましょう。占い内容は2025年7月5日に日本で大災害が起きるかです。それでは占っていきます。それぞれのカードの結果はこうなっています。向かって左側は災害が起こるかどうか、右側は7月5日を過ごす上でのアドバイスになります。ここで災害が起こると答えたカードには×を、災害が起こらないと答えたカードには丸を、よくわからないと答えたカードには三角を書きます。ちょっと想定外だったのですが、多数決だと半々になってしまいました。災害が起こるか起こらないかわからない状況ですね。気になるカードを見てみましょう。まずは災害が起こると答えたカード3つを見てみましょう。デスの正位置と逆位置、タワーの正位置ですね。今あるものが壊れるイメージです。災害により破壊されていくのでしょうか。次に災害が起こらないと答えたカードを見てみましょう。戦車の正位置と皇帝の逆位置、あなたの求めていた答えが届きますというメッセージです。災害は起こらないとしても傲慢な権力者、そして危うい戦車が見て取れます。そして我々が求めているものが手に入る、そういったメッセージも受けていますね。どういったことなのでしょうか。これらの謎を紐解く鍵はわからないと答えたカードにありそうです。さそり座のカードと大天使メタトロンのカードが逆位置で出ています。さそり座はまさしくミステリー、人との関わりで新たに変容していくものです。そしてメタトロンは悪しき古いものを捨て、きちんとした方向性を持てと言っています。これらのことから私アストロキングなりの結論を言います。大規模な自然災害というものは起こらなさそうです。それよりも愚かな権力者、力を持った者が暴走しそうです。しかしその映画は長く続かないでしょう。古き習慣やルールは見直され、新しい秩序が構築されていきそうです。そこで皆様へのアドバイスなのですが、7月5日は焦ったり悲観したりしないでください。先走った行動も慎みましょう。恋人や家族と安心してゆっくり過ごせばいいのです。以上、私アストロキングのリーディングでした。ご視聴ありがとうございました。最後に今回答えてくれたカードを載せておきます。よかったら皆さんもリーディングしてみてください。リーディング内容のほか、ご意見ご感想もコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。